はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月7日満月から3月22日新月までの流れと、あとですね、やっぱり3月ってとっても星の動きが華やかで重要なので、少し復習というかおさらいで星の解説をさせていただきます。その後タロットリーディングさせていただきますね。まず星の解説からですが、3月7日の満月っていうのはほぼもう2月20日の新月から始まってるんですけども、とってもなんか穏やかな何かが溶けていく、自分のダメだったところとか許せなかったところとか溶けていくよっていう流れがもう2月20日から始まっているので、少し何かこう問題が問題じゃなくなるとか、ちょっと緩くなったなっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。でこの3月7日の満月っていうのがピークで、こう今まで堅くなにね、こう絶対こうしなきゃいけないんだと思っていたこととか、こうすべきなんだみたいな、こう何かしらのこの防衛で固めていたエネルギーっていうのがこうちょっと溶けていって、ゆっくりなんですけど見えない形で溶けていって、実は自分の奥底にある本当の願いとか、実はこんなことしてみたかったとか、こういうの好きだったみたいなことがこうちょっと見えてくるみたいな時なんですね。今まではもう防衛でそんなものも感じなかった、忘れてたっていうものがもう一回復活してくるみたいな形なので、これはとってもクリエイティブなエネルギーなんです。自分の生活や人生に喜びを復活させるみたいなエネルギーなんですね。なのでこれは本当に関連してるなと思うんですけど、こう溶けていったからこそ出てくる本当の思いっていう形です。ただそこにこの満月って乙女座で起こる満月で、非常に論理的で分析的な批判のエネルギーが思考の中で繰り広げられるっていうのがあって、自分の中からようやくこう優しいエネルギーとか楽しいエネルギーやってみたいなっていうのが出てくるんですけど、同時にそれをなんかこう妨害するような、阻止するようなエネルギーがあって、それをするにはまだまだ時間がかかるとか、もっとこうしなきゃダメよみたいな、そういうこう自己ジャッジだったりとか、自分の限界を知れようみたいな、そういう言葉、頭の中の声っていうのが聞こえてくるかもしれません。そういうすごくリスクヘッジみたいな、一見非常に有効な知識というか情報に見えるんですけども、実はそれは自分が本当にそれをやって失敗したら怖いとか、そんなことできなかったって思いたくないっていう自分の防衛から、それはやらない方がいいという理屈を頭の中で作って自分にストップをかけてるだけかもしれないので、こうせっかくねこの満月の時にこう芽生えてきたこう喜びのエネルギーっていうものを消してしまわずに、こう誰かに言ってみてほしいんです。もう表に出してやってほしいんですね。こんなこと恥ずかしくて言えないとか、表に出せないと思ってたことを思い切って言ってみるとか、発信してみるとかすると、消えずにね育っていく可能性がありますので、是非そうしてほしいなと思います。そしてこの時に何かこう葛藤をね感じる方が多いんじゃないかと思うんですね。せっかくこう出てきた、こうしたいなっていう思いと、いやそんなこと無理だっていう思いと、要は新しく何か変わってきたエネルギーと、昔ながらのやり方で守っていこうよっていうエネルギーがこうちょっとこう喧嘩するみたいな感じで、そのフラストレーションがこう自分に向かって自己批判的になるか、もしくは誰かに対してのイライラとして出るかもしれませんので、でもこれは23日経てばすぐ消えていくものですけれども、ちょうどこの3月7日って満月だけじゃなくて、こう土星というね、忍耐とか制限とか規則とかルールっていう、すごくこう固く今まで積み上げてきたエネルギーっていうものがここから溶けていくよっていう変わり目だったりするんですね。でこれはすごく星では重要な動きでして、3月7日だけじゃないんですよ。ここから約2年半かけて、いろんな自分の中のルールや規則や、こうあらねばならないと思っていたものをゆっくりと溶かしていくよということなので、一番はこう自分を許せるようになるんじゃないかなって思うんですね。ですからどんな自分を許したいかっていうのを、もう本当に本当は2月の20日ぐらいからもう自分で意図していただいて、カペラノートには書いていただいたと思うんですが、そうやってやっていただくと、さらにこの3月7日にもし葛藤があったとしても、それだけ今自分が何かがこう芽生えてきてるんだなっていう証拠ですし、でそこからじゃあそんな自分をどうやって許していくのかなって、もっと難しいやり方ではなくて喜びに沿ったやり方があるかもなっていうふうに変わってくると思います。でそしてその次3月17日が、ここからね金星という価値っていうものがまた違う形に変わってくるんですけれども、この3月17日までっていうのはとにかく何か新しいことを起こしていこうみたいな、新しい喜びっていうものが出てきそうな流れで、そこからそれを固めていこう、じゃあそれを手にしていこうってした時に、
今まで自分が感じていた義務感だったりとか仕事のやり方だったりとか、それって本当にこのままでいいのかなっていうことを、17日ぐらいはちょっと考えるかもしれませんね。すごく忙しい経験をして、やっぱりこれはやりがいがあるって思うのか、やっぱこういうのは嫌だって思うのか、そういったものも感じながら本物が残っていくっていう流れです。そして3月19日から思考とかね、ビジネスとかっていうそういうものを司る彗星がお羊座に入るので、ちょっとパキッとね思考がはっきりする、シャキッとするっていうのがあるんですね。ですからもし3月7日ぐらいにやりたいな、でもどうかなみたいな迷う気持ちがあるとしたら、3月19日にはもう答えが出るかもしれません。そしてその次3月21日22日と、もう本当に21日は春分ですし、春分っていうのは先生術でいう1年を占う重要なタイミングなので、重要すぎて気軽に言えないという感じもあるんですけど、そのあたりはですねまた次の動画でしっかりと解説しようかと思っています。もうとにかく3月はまずは3月前半は何か自分の中から芽生えてきているものを消さないでねって、自分の批判的な思考で消さずに芽吹かせてねっていう感じです。ちょっとそれを踏まえてタロットをやっていこうと思うんですが、実は今度3月18、19日にタロットの YouTube ライブをやろうと思います。ライブでリーディングしようと思います。ですので時間は今画面に出ていると思うんですけど、この時間帯で2日間にわたって各星座30分ずつやっていきますので、リアル参加できる方はその場でチャットしていただければ、質問もできるだけピックアップしてお答えしていきたいと思います。はい、ではここからこれらの星の動きを踏まえてタロットリーディング各星座よろしくお願いします。ではお羊座さんのタロットリーディングさせていただきます。お願いします。もうお羊座さん本当3月楽しみですよね。後半もすごいですけど、今はちょっとお休みしましょうぐらいの時なんですけど、多分休んでる暇ないだろうなっていうぐらいエネルギーが活性してきていると思いますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。3月7日からです。ペンタクルスページ逆、吊るし人の逆とソード4の逆とカップ10の逆、忍者、ワンド6逆、ソードキング聖地ですね。はい、そしてワンドナイトの逆とワンド5の逆とオラクルはじゃん、はい、お月さんの逆です。そうですか。なるほど。ちょっと印象としてはですね、エネルギーが分散してるなっていう感じがします。あのまあ個人的にはですね、私もお羊なので個人的にはもう楽しみで仕方なくて毎日超ワクワクしてるんですけれど、なんか幸せなんだけどとかうまくいってるんだけど、それを 100% 感じきる前にあれもしとこうとか、今のうちにこれもしとこうみたいな感じもあったり、またはもしかしたらちょっと動きづらい状況っていうのがある人もいたのかなって感じがしますね。ここで吊るし人とかソードの4が出ているので、これはですね決して悪いことじゃないんですよね。星で見た時、動く時もあれば止まる時もある、動と静って必ず必要ですから、どちらかというと3月21日まではちょっと静というかね、動かずにゆっくりしときましょうとかの方が受け取りやすくなるよっていう時なんですよね。なのでもしかしたら意識が若干眠っているか、なんとなくぼーっとしているか、本当に体が動きづらいなとか環境的に動きづらいっていうのがあったかもしれませんが、だけどそれが完全に何かダメージになってるかっていうとそうではなくて、ご自身の中でも何か計画立てていたりとか、今すぐじゃなくてもこれはこうしてああしてみたいな計画っていうのはあったんじゃないかと思うんですね。でしかもその計画っていうのはかなり自分にとっては有益なもの、こうしてああしたらお金増えるなとかもそうかもしれないですし、
またはこうしてああすればきっと何々がうまくいくなみたいな形で、とてもなんか未来が明るい計画っていうものを自分の中にあるのかなっていうのがあって、でそれを今はできないというだけでも、だからといって今は不幸せでもないし、でここからじゃあどうやっていこうかなみたいな感じですごくよくよく考えるようなエネルギーがあるんですね。うんだけどちょっと私やっぱ思うのはですね、今この3月7日のエネルギーっていうのは、満月っていうのは、要するに役割とか日常生活でこなさなければいけないこと、自分がやらなくちゃいけないと思っていたことと、本来自分のやりたいことっていうのがなんかまるで相反しているかのように感じるかもしれないけど、それは可能なんですよっていうメッセージだと私は感じてるんですね。でなので昔の思考のままで、昔の自分の感覚であれもしてこれもしてっていうふうに考えてると、なんか意識が分散するし、うまく動けないみたいなとか、なんかあれおかしいなみたいなことを感じるかもしれないんですけど、そもそもそのやり方もうなんか全部決めてしまって、そこの最初にもう抜群のね、絶対うまくいく計画を立てて、そこに一個ずつこなしていくっていうやり方じゃなくて、ここからっていうのはもっと感覚的に自分のハートに従ってやっていくっていうことなので、途中で変更もありだし、なんかそういうそのやり方のシフトチェンジが起こっている段階なんだなっていう感じがするんですよね。で、なのですごくそれを感じるんです。今までのようにきちんと計画立てて何かをやっていくっていうことであれば、あれなんかちょっとうまくいってないなとか、おかしいなみたいなことを感じそう。だけどそれもまた対策とかいろんな情報とか集めて、二の次三の次の二の手三の手も考えたり、リスクヘッジも考えたりとかしながら、その方法でもやっていけるんですけどね。ただその方法でもう一回行きますかみたいな感じはありますね。メッセージとして一番強いのはお月さんの逆なので、そんなにね心配しなくても、見えないことをちゃんと証明しようとか、計画立てようとか、ちゃんと決めようってしなくても大丈夫ですよって、ちゃんと時間が経てば不安は消えてきますよって感じがあるので、そんなになんかああなったらこうするし、こうしたらこうするしみたいな、そういうリスクとか対策っていうものを用意しなくてもいいのかなって感じはしましたね。でその対策を用意しようって思ったら、ちょっとやる気が減るというか、モチベーション下がったりとか、あれもしなくっちゃこれもしなくっちゃみたいな感じになるけれども、もう少しなんか感覚的に今来てる流れに乗っていこうみたいな感じでいくと、もっと軽やかに進んでいけるんじゃないかなっていう感じがしますし、温めているその未来へのね有効な計画っていうものはもっと簡単にできそうな気はしますけどね。ちょっと星の補足ですけど、3月の17日から若干ね金運は上がってくるんですよね。ただこの辺りって本当にその自分の役割とかそういうものを考えさせられる時だと思うので、仕事としての、でもこれだけはやらなくちゃいけないんだみたいなその思いと、自分の本当の喜びや価値っていうものが若干ちょっと喧嘩しやすい時ではあるので、あの本格的に金運が良くなるのはねまだ5月以降ですから。ただちょこっとした金運は3月17日以降良くなるなって思うんですけど、それは単なる金運っていうよりも、ペンタクス見事に1枚だけ出てますけど、金運っていうよりも、その自分の、信じてるものとかやりたいものっていうものは形にできるんだよみたいな、そのエネルギーを、生かしてほしいなって感じがしました。はい、ちょっとこっちで気をつけることを見ときますね。いやちょっと待ってくださいはい、ちょっと待ってくださいね。ちょっとオラクルの補佐出します。ペンタクルエース逆ですよ。もうちょっと時間がかかるかもしれないですけど、でもできるんですよって言われてる気がしますけどね。また出ましたね。ソードの5の逆ですね。こんなことやったら私って勝手な人ですかみたいな、そういう自己ジャッジとかいらないですからね、本当に。肯定が出てます。十分力もあるし、知恵もあるけれども、なんかそのタイミングを見計らってるのかなって感じはしましたね。なのでいいですいいです、これでいいですって通じてますかねこれ。
ちょっとこの機会この時期っていうのは言ってみれば対人に対して何かとかその人間関係の中で何かっていう学びはちょっと少ないみたいなんですね。どっちかというと本当に自分を本当に信じて自分を整えて自分の願いを自分で叶えてあげようみたいな感じなんですよね。でもそれが何か厳しいジャッジマンみたいな人が見てるような気がしてちゃんとやらなくちゃとかって思うかもしれないけど、これも全部自分の頭の中にいるものかもしれませんからね。うん、なぜ自分との戦いなんだなっていう感じがしました。ですから最初に言った星で言うには星で言うと本格的にいいのは3月末から後半ですけど、でも中旬だって前半だって全然いいわけですよ。もう流れ来てますからね。なのにあれみたいな意識がチリチリバラバラしてるなっていう感じがしたんですけど、要するに外側の世界がどうであれどれだけ良くってもどれだけ悪くっても関係なく自分の意識の中で今いろんな可能性とか古いものとか新しいものとかごちゃごちゃになってて、それを整えていくのは自分しかないんだなっていう感じなんです。でトータル的なメッセージはごちゃごちゃしてようが不安があろうが時間とともにそれは晴れていきますよっていうふうに言われてるんですけど、なんだか自分の中で決着つけるのにちょっと時間がかかりそうだなっていうふうに思ったので、対策としては多少時間がかかったとしてもそれはできるよっていうことと、あとこんなやり方で合ってるのかなとか、自分がこんなことしていいのかなみたいな思いは一切いらないということと、自分の中にその力があるってことをちゃんと忘れないようにしてくださいねっていうのが、カードのメッセージだと思いました。次またね3月18日に8時からライブでやりますので、その時にもし分からなかったら聞いてください。はい、ちょっと気をつけることを、こっちのセルフセラピーカードっていうものなんですけど、それでも見てみますね。気をつけることはいはい、期待ということで、期待ね、星占いとか、こういうタロットリーディングに皆さんが何を期待するのかってわからないんですけど、おそらく何かいいこと言ってもらえたら嬉しいなとか、この先どんなことがあるのかなみたいなことを期待される方も多いと思うんですけどね。私いつも思うんですけど、それは本当に外側の外部からの情報であって、人生を作っていくのは自分だし自分次第で変えれるって思うので、その情報を聞いてじゃあこうしようとかこの状況だったらこうしようって全て自分次第で変えれるよっていうことなので、何か簡単に特に今年の春って本当にいい変わり目ですよねっていろんな人が言ってると思うんですけど、じゃあどんな風に変わるんだろうっていう期待だけして動かないっていうのはとってももったいないので、期待する分自分で自分の本当の願いに沿った行動や努力をしていくととってもいいと思います。何もなく待ってるだけだととってももったいないのでね。どうしたらいいんでしょうか。対策もうそのままでいいよってそんなに無理してよく見せようとかこういう人で見せようみたいなのもいらないと。もう真実のあなたでいいんですよって、真実のあなたでいいって言ってくれる人も多分いますよね、近くにっていう感じがあって、その人と一緒にそのまま行ってくださいっていう感じがしました。はい、最後1枚だけいきます。神の子ということで、やっぱり何か状況というのは変わると思うんですね。変えていける、始めていける。でそのキーがねやっぱこれだと思うんですよ。この吊るし人っていうのは吊るされているっていうカードであんまり好きじゃない人も多いと思うんですけど、これは決して状況が悪いとか本当に何か動けないっていうことも稀にあるんですが、ほとんどは自分の認識不足とか誤解によってダメだとか動けないって思ってるっていうことなので、何かその今の状況の中で無理だなって思ってるその中で気づいたことがあれば、そこがヒントになり、ここでもね自分のヒントをちゃんと探してますから、ヒントになり自分の道をちゃんと進んでいけるよって言われてる気がしたんです。そして心配しなくてもちゃんと3月後半には新しい世界行けますよって言われています。でこの新しい世界行けますよとか言っちゃうと、もう本当にどんな風にいいことが起こるんだろうって期待させてしまうと思うんですけど、自分は何も変わってなくても外側の世界は変わってるっていうことなので、自分も視野を変えてみると違う世界にすぐなるよっていう感じがします。
はい。すごくね、重要な時期なんですが、なんかうまく伝えられなかったような気がする。けど、ここまでにしておきます。もし何かしら質問やコメあの、質問があればコメントでお寄せください。またはその18日のライブで、リーディングでまた補足させていただきますので、よろしくお願いします。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしくださいね。ありがとうございます。失礼します。